はい、皆さんこんにちは、ことなです。今日はこの車で助手席に人を乗せて2人で車中泊をする、そのための簡易2段ベッドを作りましたので、そのご紹介をしたいと思います。この車、基本的なコンセプトはソロで快適に過ごせる移動する部屋、これなんですね。で、今の状態で、何も不自由なく快適に過ごせているので、ほぼほぼ完成形と言っていいと思います。ただ唯一何とかしなきゃなーってずっと気になっていたのが、2人で出かけた時にですね、1人分の寝るスペースしかないということ、これなんですね。で、とうとう今回作ることにしたんですが、作るにあたっては条件が3つあります。1つは今のこのレイアウト、これを崩さないでそのまま使うということ。2番目は着脱が超簡単。3番目、圧迫感を感じない。このね、3つの条件をクリアするということで、制作いたしました。そこでいろんな方法を検討はしたんですが、やっぱりこの車の場合ね、すでにこの机と、カウンターキッチン、こういうものがあるんでね、ここを利用しない手はないなということで、この上に、寝台の上段を作るという方法にしました。で、完成したのがこちら。板3枚と足2本で支えるだけの至ってシンプルなものです。見てお分かりの通りなのでね、説明も不要なくらいなんですが、一応サイズ感となんでこんな形になったのかという部分も含めてお話ししていきたいと思います。ここに足なしこたつテーブルがあることで、車内にすでに L 字型の棚が存在しているので、ここをね、人が寝られるサイズに、拡張していこうと思います。まず最初にこたつテーブルと机の天板とのこの差、ここを埋めるために長さ90センチ、幅25センチの板、ボード1を装着します。次にこたつテーブルと机との段差、これを埋めるために長さ70センチ、幅25センチの板、ボード2を装着します。はい、これで奥行きが70センチ、幅が115センチの、フラットな床が出来上がりました。で、最後にキッチンカウンターを拡張するために長さ91センチ、幅25センチの板、ボード3を取り付けます。装着はキッチンカウンターからベロを引き出してボード3を乗せて、下から支える足2本を取り付けます。足はイレクターパイプにしています。ただ下段の就寝スペースを確保するために足の取り付け位置をボードのセンター近くに寄せているので、このままだとバランスが取れず倒れてしまいます。なので転倒を防止するために両サイドを煽り止めで固定します。これで土台の完成です。使用している板材は全てこたつテーブルや机、キッチンカウンターと同じ厚さ 18mm のファイン修正材です。厚さが揃えられるのであれば、同じ修正材でも霧の修正材の方が軽くていいかと思います。またもっと安く上げたいというのであれば、ベニヤ合板やパーチクルボードでもいいかと思います。あとはこの上にキャンプ用のマットとタオルケットを敷けば段差も気にならず快適に眠れます。おすすめはちょっと高いですが、インフレーターマットを使うのがベストだと思います。あと今回1箇所改良を加えたのがウォータージャグの台座、これをね、跳ね上げ式に改良してインフレーターマットがちゃんと敷けるように、寝た時に足がぶつからないようにしました。ベッドのサイズですが、長さが167センチ、幅60センチとちょっと小さめですが、この車の場合は上棚を支える柱があるので長さが取れないんですけれども、柱がなければ190センチ、助手席を倒せば2メートル以上取ることができます。我が家のようにコンパクトなサイズの夫婦であれば、今のこの長さでも十分に寝ることができます。ちなみに下段は長さが190センチ、幅60センチの三つ折りマットレスとなっています。
はい、僕体重60キロぐらいなんですけれども、座ってもきしみもしないし、全然大丈夫ですね。ちょっと横になってみますね。よいしょ。よいしょ。あ、段差も全然気にならないし、普通に横になれます。まあ寝返りがね、ちょっと単純にはいかないから大変かもしれないけど、こんな感じかな。一晩くらいなら全く問題にならないと思います。快適です。どちらを頭にしても寝られますが、やはり横幅の広い方を頭にした方がゆったりできますし、机代わりに物を置けるので、横になっても本を読んだり映画を見たりくつろぐことができます。ルーフラックが近いですが、圧迫感はそれほどありません。でこれいいなと思ったのは、2人の時だけじゃなくてね、ソロの時でも2泊3日で釣り車中泊とかやるとですね、ここ一面荷物だらけになるんですよ。いっぱいで埋まっちゃう。そうするとね、途中でこうちょっと休憩したいなと思っても、荷物をこうどかしたないと横になれないんですね。それが最初からこういう形にしとけば、下が荷物で埋まっててもすぐ横になれるんで、これ一つね問題解決したなと思って、今回やってよかったなと思うところです。収納についてですが、僕の場合は助手席とキッチンカウンターとの間に空間があるので、そこに立てかけて格納します。固定は自転車の荷台用のゴムバンドと固定用に使った煽り止め、これを流用しています。はい、これで走行中も全く動きません。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、僕の車に合わせた2段ベッド仕様なので汎用的ではないかもしれないですけれども、部分的に応用したり参考にすることはできると思ったので紹介させていただきました。早速ね、嫁を乗せて2人で車中泊っていうのを計画してみたいと思います。今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、いいねポチ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあのー、バイバイ。